大志田さん、お帰りなさい。お疲れ様です。琴音です。冒頭の動画は今のこの時期をイメージして作成しています。少し冒険してもいいかなって思ってるんですよね。だからパイレーツなんです。冒険というのは大きなことではなく、自分の見た目の改革や体質改善、それでも変わるのって嫌ですよね。だから大志田さんにとっては、もしかしたらね、大きな冒険に感じることかもしれませんね。見た目改革とかね、体質改善ってね。ちょっとここでね、話を変えますね。各星座には支配する星があるんです。大志田さんの支配星はなんとね、愛の星金星なんです。これを聞いただけでも嬉しくなりますよね。金星は恋愛、楽しみ方、美意識、調和を表します。恋愛ではパートナーを引きつける魅力、また例えば芸術作品など人生を楽しむための愛用品を探すこともするんじゃないのかなって思います。贅沢ということですよね。喜びとね、快楽なんです。必然的に贅沢傾向になりがちだとは思います。この快適に生きるという意味でお金も司ります。調和はね、人間関係。金星の働きが強い人は、金星が強い人が人と人との間に入ることによってね、バランスが生まれて穏やかな雰囲気がね、その場を包むっていうの、すごくふんわりとした雰囲気になると思うんですよね。だからもう周りから愛される人になれるんです。ちょっといいところだらけではないですか？大志田さんを支配する星がこの金星なんですよ。だからちょっとね、意識してほしいなって思うんですよね。この金星であることをね、もちろん開運のためにね。でも意識してって言われても難しい面はあると思うんですよね。恋愛はお相手が必要になるでしょ。で、贅沢は今物価高騰中。買うに買えない状況ですよね。ネットと相性がいい時期ですので、ネットで探すのはありですね。しかしそれでも高いものは買いたくないですよね。よく吟味してくださいね。買い物の時期は8月後半以降にやってきますので、吟味するのならその時期がいいと思います。後で時期読みのところでお話ししますね、時期のことはね。ということは、今できること、すぐにできること、一番簡単なのが髪型を変えることだと思います。ここで冒険です。大胆に変えてみてもいいと思います。来年の5月18日以降、約1年ね、ここを強化する時期がまたやってくるんですけれども、まだ1年あるじゃない。その時はその時ですよね。1年あれば気持ちも変わってると思いますのでね。私は髪型を変えてみるのはどうかなって思うんですよね。もちろん開運のためにね。今ね、YouTube を見ているとヘアアレンジの動画がたくさんアップされてるじゃない。いきなりショートヘアにするのは嫌ですとかね、ショートヘアなのでこれ以上変化はつけられませんとか、自分の好みがありますとかね、こんな方はね、今までやったことがないヘアアレンジに挑戦でもいいと思いますよ。恋愛は、またね、ちょっと再度言いますね。大志田さんの恋愛のご相談、特にお相手が大志田さん絡みの場合ね、もう私的にはね、すごくホッとするんですよね。なぜかっていうと、太陽月金星のね、いずれかが大志田さんの場合、大志田の場合ね、もう食べることが大好きなんですよね。あとプレゼントが大好き。ここが恋愛でも大事になるからです。
かりやすいですよね。そうなんです。牡子座さんはわかりやすい性格なんですよ。恋愛ではね、パートナーに、お相手にね、ここを言ってしまってもいいと思うんですよね。私は美味しいもの食べるだけで上機嫌。忘れないでね。これを言っておくだけで、お相手は非常に安心できる。それでいいのってなるでしょ。恋愛が今まで以上にスムーズになると思います。では時期のお話をしますね。ネットに強い時期、2023年5月17日まで支配星金星を意識する時期、8月20日までお金の時期、お買い物、収入源の見直しなどお金に関わること、8月21日から2023年3月22日まで。私琴音はニューエイジの勉強を独学でスタート。現在占い師としては鑑定歴15年、気から開運引き寄せ、こんな活動をしています。ちょっとね、きっとあやふやな言葉が出てきましたが、思考はね、超現実的なんですよ。目指すはね、お得な生き方。お得は大好きです。皆さんもそうでしょう？そしてこのチャンネルでは生きにくさを感じる人に向けて占いを通して生きやすさのご提案ができたらって思ってます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ではタロットの方で総合運やっていこうと思います。あと、いや、タロット切るところまで見たくないわって今から全部引いていくので、そこまでは見なくていいわっていう方は、間違えた。概要欄の方にタイムスタンプ貼ってあるんですね。そちらのカードリーディング、そこから入ってもらって大丈夫です。ぜひともそうしてくださいませ。では、お進みください。で、じゃあね、これからカード切ってきますね。ワンドのナイト。はい。では、今度は、現在です。はい。ペンタクルの7ですね。はい。ではね、今度は近い未来ですね。ペンタクルのナイトですね。では対策の方引いていきますね。はい。ではあなたの気持ち、2人の女性がね現れていて、障害または援助ですね。はい、愛を広げるカード。はい。では結果、8月末まで。また素敵なお花がね結構描かれてますね。では
現在、過去、未来からやっていきますね。はい、ではやっていきます。過去、現在、未来ですね。こちら2枚ともナイトのカードなんですよね。若さがあるカードですね。人物カードなんですけれども、すごく頑張ってここまでやってきていて、で一生懸命やるにしても、ちょっと無理するところもあったのかもしれない。それぐらい、ただすごくなんかこう伸び伸びはやっていたような感じ、挑むぞみたいな感じのカードなんですね。何かにこう立ち向かっていったりとか、新しいチャレンジだったのかもしれない。挑戦とかで、こうなんていうの、恐れ知らずっていうか、恐れなく、恐れずにどんどん、自分がやりたいことを、純粋にどんどん進むって感じ。やりたいことをやりたいだけやったって感じがするんですよね。で、現在なんですけれども、なんかこう落ち着いているじゃない。頑張ったあなた、今ようやくちょっとこの自分のペースにまた戻ることができた。だから、少し前までは自分のペースではなかったのかもしれない。ようやく自分のペースになって、で、じゃあ次どうしようって。だから一旦ちょっと自分のペースから離れたような、割とこう行動的に動いてみて、で、ちょっと今ようやく落ち着きが戻ってきたって感じかな。なんかね、先ほど食べ物の話しましたけど、お皿並べててね、美味しそうなもの作るのかしら。ただちょっと考えてるよね。なんとなくこの物足りなさは感じているんだと思うんですね、今。何かまたやらないとっていうちょっとこう気持ち。でも何やろうかなって。近い未来にはそれが見つかるって出てるんですよね。本当にこのお牛座さんらしい、先ほど金星のお話をしましたけど、この美しさね、綺麗に飾ってますよね。ちょうどね、もう本当にお牛座さんらしいカードが出てきました。ここにもお花があります。お花いいかもよ。お花のカードが結構出てるものね。はい。はい、ではね、じゃあ今度こちらの2枚やっていきましょうか。対策とあなたの気持ちなんですけれども、こちらのカードね、こう変化を求めてるんですよね。で、変化といえば、先ほどね、あなたが変化を望んでいるっていうカードが出てたじゃない、現在に。それとこうつながるような感じですね。あなたが変化を求めているから、現在も、あなたの気持ち通りに進んでいる、変化があるように進んでいるって感じですね。で、対策の方は、すごく素敵なカードが出てるんです。鳩がいて、卵、人がいる。鳩といえば平和ですよね。はい。で、平和っていうのは調和。で、調和ってちょっとどっかで聞いたよね。そう。金星のところでお話ししたことで、金星のところで今は、あなた、あそこではね、金星を意識させるべき時期みたいなお話をしたんですけれども、
あなた自身に取り組んでほしい時期なんですよね。自分自身をどうするか。だから、調和って金星、あなたが持っている素質なんですよね、性格の一部。それを、だからやっぱり対策そのまま、金星のところで言った通り、今は、金星のところで私が話したアドバイスそのまま、実行してみたらって言ってるのかもしれないですね。ちょっと、今嬉しくなっちゃった話しててね、そうなのとか思って、はい。で、こちらがこれ援助ですね。で、結果が直感なんですよね。直感のカードと、こちらが、愛を広げるって書いてありますけれども、これもバランス、要するに調和なんですよね。だからあなたにすごくこの愛を持って接してくれるような人、手助けをしてくれるような人が現れてくれるんじゃないのかなって思いますね。それもあると思う。でもそっか、でこれ直感のカードが結果に出ているので、どの人が有益かどうかわかるんじゃないのかなって。結局いろいろ来るのかもしれないですね。あなたに寄ってくるっていうか、お誘いもあるのかもしれないし、そういうことなんですよ。で、今の時期ね、私、金星を意識した時間を過ごすようにって、先ほどから言ってますけれども、自分らし人にあんまり気を使わなくって、自分の思い通りに生きていい時期でもあるんですね。だからこの辺が、お医者さんらしいカードが出てきたんだと思うんですけれども、何かしらお声がかかったりとかしても、直感は絶対大切だよって。はい。ではね、ちょっとここ、せっかく素敵なカードがこんなにも出ているので、この辺もね、ちょっと細かい絵をぜひとも皆さんにお見せしたいので、拡大して見ていきましょうか。また拡大すると新たな発見があるかもしれないのでね、絵が細かいのでね、私は今こう読んでいきましたけど、実際絵を見るとまた感じ方がね、こんなっていう気づきもあるかもしれないじゃない。皆さんも一緒になって気づいていきたいですね。では画面変わります。何かね、この変化を求めているあなたの気持ちですね。ここにね、もう空想ですかね、いろいろな、シャボン玉になってこういろんな画面が出てますよ。ちょっと見ていきましょうか。はい、これね、かなり拡大してます。船の絵が描かれてるんですよね。割とね、このペン先見てくれればわかるんですが、こんな状態になってるってことは相当拡大してますよね、私ね。船といえば今日はね、オープニング海賊でしたからね。やっぱり冒険なんじゃないのかな。あなたもだから冒険したいなって思っているのかも。冒険っていうのは、比喩、私が比喩で使ったように、髪型を大きく変えるっていうのも冒険だし、本当に冒険でいろんなところに行くっていうのもありだよね。旅行とかね。ちょうど夏なので、夏休みなんかをね、利用してチャレンジ、遠出してみるとか、そういうのもあるのかもしれないですね。やってみていいと思います。先ほど言ったように、今は自分の
思う通りに行動していいので、ちょうど女性2人髪型違う。私の提案の思い切って髪型の変更、これもありだと思いますよ。はい、じゃあ今度ちょっとこちら行ってみますか。またこれも細かい絵なんですけれども、肉眼だとちょっと分かんなかったですね、私は。でも拡大してみると蝶でしたね。蝶々が飛んでいる。蝶といえば美、美しさですよね。だからやっぱり今のこの時期に合わせて、あなたも美しくなりたいって思ってるのかも。だから髪型今日私が変えろって変えろじゃないよね。威張らないでよって感じよね。琴音さん何威張ってんのって感じですけど、いや、すいません。失礼いたしました。本当にこの素直に受け止めてくれたりとか。でもともと大志田さん好きじゃない。綺麗にすることとかね、美しくすることとかね。髪型も変えてみようかなってちょっと思ったかもしれないし、アレンジでもいいわけだから、ヘアアレンジでもいいわけだから、何かこの綺麗、美しさ、そんなことにもちょっと興味惹かれ出したか、もともとでも持っているものだけれども、改めてちょっとやってみようかなって思ってるのかもね。そしてユニコーンも描かれてます。もう幸運もやってこいって感じかもね。あなたの今の気持ちはね、やってきますよ。だってこれ幸運のカードだもの。幸運を呼べばね。でもいやそうだ。呼ぶときに注意点があるんですけれども、例えばお家で神頼みってやるじゃない。何か困った時とかって神様お願い私を助けてとか助けてくださいとか、あと、私に、ボーイフレンドができますように、彼ができますように、結婚相手が見つかりますようにってお祈りするよね。願うよね。それダメなんですよ。じゃない。それがダメなのって。じゃなくって、現在進行形で言ってください。どういうことかっていうと、私には彼がいます。私は幸せです。幸せになりますようにではなく、私は幸せです。だから、お祈りするときとか、願い事を叶えたいのならば、いつも何々しますようにではなくて、現在進行形で言ってほしいんですよね。で、これ、理由があるんですよ。それはね、もう動画の最後にいつも私貼り付けてるんですけれども、アファメーションの動画がありまして、これ恋愛用に作ってあるんですが、その動画を見るとかじゃなくって、概要欄に今言った私の理屈が書いてあるので、なんでそうなのかって。興味がある人は読んでおいてください。わかりやすく書いたつもりでいます、私は。はい。はい、お花、やっぱりお花ですから美ですよね。だから全て今、自分らしさ、だから、金星のことか言いましたけど、金星ってもともと大志田さん持っているもの。だからそれがすごく今、自分の中でも、そうありたいっていう気持ちが強まる。まさにでもそういう時期なので、OK です。はい、水晶玉の中に入ってきましたよ。いよいよ本命ですかね。笛を吹いていて、芸術作品って私言いましたよね。自分で芸術を作ってもいいわけですよ。でしょ？すべてがやっぱり金星。今日言った通りのこと。だからあなたが本当に素直に受け止めてくれて、よし実行しようって思ってくれてたら本当に嬉しいなって思いました。でもね、本当にそういう時期なんですよね。何度も何度もうるさいよって感じですね。同じこと何度も何度も言っちゃった。ごめんね。
はい、バランス取りなさい。調和をとってっていうカードですね。はい、素敵。じゃあちょっとこれも拡大してみますね。はい、鳩がね、オリーブの枝を持っていて、実がついていますよね。要するに種なわけです。で、この鳩の下に卵が描かれてまして、卵の中に人の顔が描かれてますよね。オリーブの種も卵もこれから生まれてくるわけじゃない？だからこれ対策カードなので、今は種をまだまかなくてもいい。その直前、アドバイスカードなんですよね、このカード。深いことを言っていると思うんですよね。2023年ね、5月18日に新しい運気に入る。これ先ほど言いましたけど、今ネットの時期ですとね、新しい運気に入ったって言いました。まだこの時期に入ったばかりです。来年の次の時期に備えろと言ってるんだと思うんですよね。次の時期にいよいよ種をまく時期に入るんですよね。ですから大きく種をまくのは来年ということを言っているんだと思います。今ではないってことですね。そのためにこの顔が描かれている先に進むのは、ストップねと言わんばかりそういうことなんですね。ネットが出てきましたが、次のカードに行きますね。ネットの中では、虚偽もあるじゃない。ちょっと嘘っぽいこともね、あるよね。それを直感で、これがいいって、動いちゃった、ごめんね。これがいいって、直感を働かせるようになっていく。で、ここお花でしょ。あなたを援助してくれるいろんな人が、寄ってくるとか、またこれ情報もあるのかもしれないね。あなたからするとめちゃくちゃ、有益な情報がいっぱい入ってくるのかもしれないけれど、処理しきれないじゃない？だから直感で選ぶわけよね。で、いっぱい入ってくる情報っていう意味もあると思うんだけど、私最初からお花がめちゃくちゃ気になっているんですよ。ね、こちらはまだ種なので、対策としてはまだ種のままじゃない。このカードだとまだ種のままで、こちらは咲いてますよね。こちらのカードもバラが咲いているでしょ。だからすでにあなたより先に進んでいるとか、あなたが知りたいことだから先生みたいな感じ、そんな人からいろんなものを吸収していくんじゃないのかなって思いました。特に美に関することね。いや、いいんじゃないんですか。はい。いや、今はだから本当に夏の中旬ぐらいまでですよね。あなたがあなたらしく、それは今は美しさですよね。そこにちょっと集中してみましょうか。それがいいと思いました。はい。で、こちらね、ユニコーンのカードなんですけれども、この女性ね、ハートのペンダントなのかな、飾りなのかな、持ってるんですよ。光を放ってるでしょ。ちょっと恋愛もいいんじゃないのかな。恋愛も、直感で動いてねってことだと思いますね。結果だから動くってことですね。これから今探している方はもちろん直感で選ぶし、現在交際相手がいる方はお相手のパートナーの動きなんかを直感で、これやってあげたら喜びそうだなとか、そういったことも気がつくのかなって思いますね。ユニコーンもこんなに優しそうな顔、優しそうな目っていうか、これ笑ってるよね。
笑ってるように見えるよね。微笑んでるっていうか、この女性の方は手に入れるわよ、直感を手に入れたわって感じだけど、ユニコーンの方は微笑んでいるじゃない。微笑みもね、笑顔も、忘れないでほしいし、結局この笑顔の状態になれるんじゃないのかなって、この期間。ってことは美を手に入れるってこと？そういうことよ。いや、素晴らしい。そういうことじゃないの？いや、そういうことだ。だってさ、血管のカードもそうだったよね。ちょっと待って。ちょっと待っててね。持ってくるね。はい、これがね、こちらのカードが結果に出てたんですね。お花があるでしょ。だから、めちゃくちゃお花気になったんですけれども、何かだから美を、これもうまたお花こんな咲いちゃってるもの、こちらはね。だから手に入れるんですよ。よかった。カード見るの楽しいね。はい、戻ってきました。こちらに。はいはい。これがここね。いやー、なんと美を手に入れるってさ、すごくない？マイクを持ってこちらにまた戻ってきたので、ちょっとずれてました。で、これがここにあって、で、これがこちらですかね。はい。いやー、でも、よかったー。美を手に入れる。もともともう好きだから、好きなことをやるってことですよね。好きなように過ごしていい時期。それが、またあなたは、この美、特に美、集中。しかも、あなたのような先生になるような方からすごくアドバイスを受けたりとか、ネットでしたらあなたの先生見本になるような情報がいっぱい入ってくるってことですね。で、いっぱいいっぱいある中で直感を働かせて選び取ることができる、そういう術も身につけるんだと思いました。ちょっとじゃあもうちょっと補助カード引いていきましょうか。はい、こちらのカードですね。はい、出てきます。はい。ちょっとぶつかり合うようなカードが出てますので、注意点としては、自分と意見が合わない人、これネット情報とかも含まれてますが、普通に人間関係でもそうだと思うんですよ。いろんな方が寄ってくるというか、その時にやっぱり自分の価値観が合わない人っていうのもどうしても出てくるじゃない。その場合は共通点を見出すことっていうようなカードなんですけど、ここで調和、対策ね。まさに見えるかな、こんな感じでね、喧嘩しているような感じですけど、調和のカードということでね、ここはね、ちょっとだけ大人になって、自分がやりたいように、あんまり人に気を使わなくてもいい時期ではあるけれども、敵をあえて作る必要はないよね。それはありますね。敵は作らないようにって。そういうことだと思う。私が先ほどから、自分の、やりたいように進んでいって言ったけれども、いや、ちょっと琴音さん、それじゃ困るでしょってことの、補助カード。まさに補助カードでしたね。ありがとう。ありがとうございます。じゃあもう一枚引きますか。ね。せっかくなので恋愛の方もね、ロマンスエンジェルカード引いてみましょう。はい、お医者さんにね、何かアドバイスをくださいと。はい、こちらのカードですね。男性がいて、女性がいて、エンジェルたちもいてってカードなんですがね。
いるのかな。まあお互いのお話を聞こう、会話をしましょうっていうカードなんですが、よく聞いてるよね。だから、まあ、今恋人がいる人は会話、お相手のお話をよく聞くようにしてください。で、今恋人を探している、恋活とか婚活とかしている方は結構さ、お医者さんって好き嫌いが激しいじゃない。パッて、あ、これ好き、これ嫌いってやっちゃうよね。でもまず話を聞いてみたらって、もしかしたらすごくその中で好きなところってあるかもよって、その中、話していると、あれちょっと私と似てるかもとかね、なんとなく感覚似てるかもっていうのが見えてくるかもしれませんね。ちょっとね、いいアドバイスでした。まあ、だからそれを天使さんたちが、応援してますよって、ここにね天使描かれていますが、見えますでしょうか。はい、ロマンスエンジェルですからね、ロマンスエンジェルが応援していますよってことですね。はい、まあこんな感じで今日は終わりました。なかなか見えてきましたね。やるべきことがね、あなたが思い描くような今物足りなさを感じているけれども、美しさに向かって進んでいますよ。それが、あなたが望む幸運、思い切って変えてみましょう。自分を美しくまた変えていきましょう。そんな感じでしたね。素敵。いや、できる、絶対できます。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、私はお医者さん幸せになってほしいって本当に心から思ってます。あとね、美しくなってほしいとも思ってますからね。はい、夏ですもの。夏、ちょっと今日は今現在、雨が降っているんですけれども、まあね、梅雨の季節を越えたら夏ですよ。暑い夏がやってきます。楽しく過ごしてくださいね。はい、またこういう風なこういうような髪型に変えましたとか、そういったことがありましたらコメント欄で教えてください。では次回また、お会いしましょう。待ってるね。よかった。